本日もお疲れ様です。ドットお米チャンネルマイカです。この動画では自分がどういった思いで動画を投稿しているかといってもまだ2本目なのですが、そういった考えを一本の動画のご紹介とともにお話ししたいなと思います。ちょっとメモを見ながらなので角度が斜めなんですが、よろしくお願いします。まずはじめに、今この動画を見てくださっている方と出会えたことは奇跡だと思っていて、なので数ある動画の中から自分を見つけてくださったこと、本当に感謝していますし、とても嬉しいです。ありがとうございます。この動画を見終わる頃に心が温かくなったり、何か響くものが残っていたらいいなと思います。早速ご紹介したい動画ですが、2014年の動画なので見たことがあるよという方もいらっしゃるかなとは思うのですが、テデックス札幌で植松勉さんという方がスピーチをされた思うは招くというものです。テデックスって何という話をすると長くなってしまうため省略させていただきますが、素敵なお話をされている方がたくさんいらっしゃいますので、気になる方はぜひ調べてみてください。この思うは招くの動画はプレゼンターの植松勉さんという方が自分の人生を通して学んだこと、考えていることを笑いあり涙ありで語ってくださるのですが、人生で本当に大切なこととは何なのか、生まれてきた意味は何なのかという本当に素敵なことを教えてくださいます。正直私自身裕福ではないというか、貧乏よりの家庭で育ってきて大学も行っていないので、学歴にもコンプレックスがある自分にとってもすごく刺さるお話でした。ネタバレをしない程度に内容をお話ししますと、この植松さんはリサイクル用のマグネットを作っている北海道にある会社の方です。17名という少人数の会社でありながら、人工衛星を打ち上げたり宇宙開発を行っていて、日本で唯一無重力状態を作り出せる実験装置も持っているそうです。世界ですら3つしかない装置だそうです。すごいですよね。飛行機やロケットの仕事がしたいと幼い頃から夢見ていた植松さんは、学校の先生や周りの人からその夢を否定されたり、どうせ無理だと馬鹿にされてきたそうです。そんな中、努力をして大人になって自分で会社経営を始めるのですが、億単位の
借金を背負う大失敗をしたり、ひどい目にもたくさん遭い、誰も信じられなくなり、一人ぼっちになり、死んでしまいたいと思ったそうです。植松さんはこう言います。真面目で優しくて責任感のある人ほど死んでしまう。死なないでほしいんです。生き延びてほしいんです。逃げることもありなんです。その時に失敗した自分を、逃げた自分を、諦めた自分を責めないでほしい。へこまないでほしい。心の中は苦しい、辛い、申し訳ない、悔しい、悲しい、恥ずかしいがぐるぐるしていて大変だと思う。でもそんな時にはただいま成長中と思ってほしい。そういった経験はいつか自分の身になるということですね。あと本当に真面目で優しくて責任感のある人は頑張りすぎちゃうことが多いので、力を抜いてたまには逃げることもありですよということですね。そのできないことに挑戦するということ、どうせ無理だという言葉がいかに人の自信や未来を奪うのかを植松さんは伝えてくださるのですが、私に一番響いたのは今のこの部分だったんですね。それが私の動画を投稿する思いに通ずる部分でもあって、生きていたらいろいろなことがあるじゃないですか。辛いこともたくさん起きます。でもそれを経験している自分は成長中なんだって、乗り越えた先には一皮むけた自分がいるって信じて生きてほしいんですよね。ただ一人で乗り越えるのってとても大変なので、こうやって画面越しでも何かしらのパワーをお届けできて、それが癒しでも元気でも笑いでも何でもよいのですが、それでより皆様の明日が素敵になったら、すごく私は幸せで、ちょっと語彙力がなさすぎて伝わらないのかもしれないんですが、それが私の思いです。はい、なので自分が助けてもらってきた ASMR もですが、 ASMR 以外でも様々な自分の姿を通してその思いが皆様に届いて生きる力にプラスされたら本当に嬉しいですし、それが私の生きる力にもなります。動画内で植松さんは人との出会いには意味があると思うようになった。なので今日会えた皆さんとの出会いにも意味があるとおっしゃっています。私も同感で、今まで生きてきた中でそう感じるようになりました。
嫌な人とか意地悪な人とか関わりたくないなと思うような人って皆様の周りにいるかもしれません。でもそういう人との関わりから学ぶこともあったりして、いつかあの時に起きたことって意味があったんだなと思うようになると思うんです。そうではないこともあるかもしれませんが、きっと大体意味があります。そう思うように私はしてます。はい、なので今こうして動画を見てくださっているあなたと出会えたことにも意味があって、それがお互いのプラスになれば幸せに思います。はい、ちょっと熱い感じになってしまいましたね。はい、上松さんの動画は概要欄にリンクを記載いたしますので、ぜひぜひご覧ください。はい、長くなりましたが最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますよ